ちは。モーポルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイドです。いつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、ちょうど院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news is the big tragedy that happened in Algeria, where Japanese citizens lost their lives because of Al-Qaeda terrorists. まあこのいわゆるここ1週間のまあ世界を震撼させた怖がらせた大きな話題は、アルジェリアのイナメナスにおける石油ガスプラントの天然ガスの、この天然ガスプラントの人質事件というのは、いろんな意味で、我々は考えていかなければいけない問題であると。まず中東という全体からですね、今までの石油ガスエネルギーの供給基地であったわけですが、この供給基地の地域性というのが20世紀と21世紀における変化というものがあると。どういう変化かといえば、20世紀はアメリカ支配による中東の石油ガスであったという、アメリカ支配だった。でアメリカの横でヨーロッパのシェルだとかブリティッシュペトリアム英国が絡んでおったけれども、70% 以上はアメリカ支配であったと。そのいわゆるアメリカ支配がですね、21世紀においては後退すると、下がっていくと、アメリカ支配がなくなっていくと。アメリカは中東を必要としないと、もうサウジアラビアの石油も油もいらない、ガスもいらないと、ね、こういうアメリカが中東に頼っているというものが、一気に21世紀は後退する。これがシェルガス革命というレボリューションなんです。アメリカ自身がもうガスをバンバン作れるという、ガスがどんどん地下から上がっていくという、このいわゆるシェルガス革命によってですね、中東に対する、中東を頼りにする情勢が変化したということは一つ言えると思います。ってことをこのナチュラルガスが、世界中で求めてるまあ今はそれはまあサウジアラビアだ、バーレーンだ、それ、EAU だね、みんな石油ガスの供給基地があり、リビアにもあり、あれを作ってた、ね、で今アルジェリアにもあるわけです。でイナメナスはアルジェリアの最大の一番大きな天然ガスの基地だ、ナチュラルガスの。でそういうものをいわゆる今までの USA のアメリカ資本はですね、全部抑えに入っていたわけですよ。でこれがこう後退していくと、もういらないですと、もう中東ミドルイーストのそういうものはいらないよという国家戦略、ストラテジーが出来上がってきていると。なぜならばアメリカ自身がシェルガスを持ち出したという、まあそれがドーッと上がってきて、いわゆる自給自足の自分たちの使うものは自分たちの国でできるということが一番変化の要因、原因の一つだろうという。
So, 総裁ちょうど大学でalso said the first point of this big change about at first about the natural gas situation is that in the 20th century, United States used to import and to get natural gas from Saudi, Bahrain, Libya, Algeria, and so they were importing a lot of natural gas from those countries, and Shell was a small percentage, and BP, English petroleum, was a small percentage. But now, United States is exploiting more and more their own resources, so they do not need anymore this Far East resources like Algeria, and so this is one important factor in this situation. Now let's hear the part two. そういう一つのアメリカの、エネルギー調達方法が、中東からアメリカへ自分自身で作るということになったということと、それからもう一つはですね、フランスとか英国とか、スペインとか中東ミドルイーストおよびアフリカ全土は100年前以上は皆フランスの領でありスペインの領であり、英国イギリスイングランドの領土であったと、この植民地が全部独立してインディペンデントになって、ね、それに現在はアメリカの賞もある。ほとんどは今中国が絡んでいるということ。そうすると中国をいつまでイングランドも EU の諸国はフランス、スペイン、ドイツ、オランダ、こういうところが中国をいつまでもアフリカから追い出すか追い出さないかという時期の問題が今出てきていると、これ以上中国がいわゆるエチオピアからいわゆるエジプトからリビアからスーダンから、ね、アルジェリアからモロッコからセネガル、モリタリア、マリからもうニジェール、チャド、セントラルアフリカ、エチオピア、すべてのアフリカに中国の資本とテクニカル技術者と、そして政治工作員がブシャーッと入り込んできていると。これはいわゆる一つのヨーロッパ EU 利権 EU の利益を中国は食べちゃうという、中国は荒らしまくってるという見方がしてるわけです。そうするとアメリカはそういうもう中東からいらないと、もう帰ってもいいよと、引き上げるよという姿勢がある中で、EU はアフリカは元我々の国だと、ね、アルジェリアはフランスの植民地だと、セネガルもフランスの植民地だと、マリもフランスの植民地だと、モリタリアもフランスの植民地だと、この北アフリカのチャド、ニジェール全部これフランスだったわけ、このフランスから中国を追い出してやろうという、ね、リビアから中国を追い出してやろうという、これが片火を殺すまでにフランス空軍は空爆したわけです。だからこういうアラブの春というのはアラブからまたアフリカから中国を追い出そうという一つの狙いがあったということ。でもその中国たちはいつから入ってるんですか？もう40年40年前から。もう長い歴史がある。
中国は40年前お金なかった、経済も低かった。しかし中国は何があったかと、お金がない、技術もない、力もないが、中国が唯一持ってたのは労働力、レーバーなんです、はい、中国は何もなかった時代にもレーバーはいっぱい持ってた、14億人という、ね、このレーバーをボンボコボンボコアフリカへ送って、ジャングルで木を切ったり、これ焼いて畑を作ったり、中国人が道を作ったり。でもアフリカ人いっぱいいるのに、アフリカ人貧乏そのままで、どうやってアフリカ人が中国人にお金払う？いやいやいや、中国人がポリティカルベースで人を送って道路を作ってあげましょうと、船乗せて労働者を送って木を切って道路を作る、こういう手伝いからだんだん中国の国内の経済が上がってくる。これは工場を建ててあげましょう、ビルを建ててあげましょう。だからいわゆるその AU のアフリカンユニティの本部のビルをエチオピアで中国が全部作ったでしょ。全アフリカの本部のビルを中国が全部お金出した。今はそういうこともできるわけ。しかし40年前からお金がない、経済が弱い、技術もなかった頃から人だけ送ってやってたんだよ。この長いスパンで見た中国のナショナルストラテジーが大きな力を全アフリカに持って、全アジアにもサウスアメリカに持ってるけども、全世界戦略を考えてるということなの。中華戦略、はい、チャイナストラテジーですよ、これ。それをイングランド、フランス、ジャーマニー、ホランダ、この中国をアフリカから追い出そうという、このいわゆる動きがこれから活発になってくるだろう。もっと自分たちの国だと、ここは、はいはい、まさにマリはフランスだと、アルジェリアもフランスだと。So the second factor in this situation is long ago those countries like Algeria or Mauritania, Mali, Senegal, Chad, Niger, Ethiopia were French colonies. So they were managed by France, and France kind of feels it's their own territory or former territory. But in the last 40 years, little by little, China got themselves into those countries, especially in Africa, and established strong relation with those countries in Africa. At first, when China was still very poor 40 years ago, they only were able to send labor. So they didn't have money to send or other forces, but they could send people to work and to construct roads, to construct buildings, to cut the forests. And little by little, China became rich and now a huge power, and now they have the money to, so they are investing more and more money. They are buying lands and they are constructing, like the famous building in Ethiopia that was entirely paid by China. So China's influence is growing very much, and the former countries who had those colonies, Spain or England or France, dislike this fact that China has so much influence in Africa. So they want to show that this is our territory, it was our territory, so China stepped back from Middle East and Africa. So this is another factor. それを今の3つ目としてですね、このいわゆるイスラム教徒、モズレム、イスラム教徒ですね。このイスラム教徒は元のいわゆる宗主国、植民地の親の国
これから独立してキリスト教徒を追い出したと、ね、クリスチャンを追い出したと、イスラムだと、イスラムの権利を守るという、これの強いのがイスラム原理主義者、イスラムの中の強いいわゆるそのグループなんです、ね、イスラムには外国のキリスト教を入れないというイスラム教の強い、これがイランとか、リビアのカタフィもそうであったし、アサドもそうなんです。イスラム教のいわゆるスニン派の強いグループですよ、ね、パキスタンもそうね。パキスタンもそうです。みんなそういう強いグループがバイアレンス、暴力的にそうキリスト教組んでる、これがキリスト教との戦いに臨むという時代がまた来ているわけですよ、だからヨーロッパは元の支配国をコロニアム、もう一回そこの資源、ゴールド、ダイヤモンド、オイル、ガス、みんな俺たちが取ると、ね、人間はやっぱり必ず人のものを取りたがる、だから取ろうとする、それチャイナも取ろうとする、EU はそれを追い出そうとする。イスラム教徒はそのいわゆるフランス、英国、ホランダ、スペイン、こういう元の親の国をやってくるのを追い出そうとする。この3つのこの勢力のですね、背景の中でいろんなトラブルが発生する。で今これはもうマリがそのいわゆる震源地になったわけですよ。でマリはもともとのフランスの国ですから、そこで、独立した後いろいろ政権が変わりながらも安定した安全な国であったわけです。力はないが政治は安定してた、ところがリビアの利権をもう一度ということでフランスが狙って、MI6 と CIA も肩にしてカタフィを殺したと、それでカタフィの財産を、カタフィのお金を取り上げた、ね、そのカタフィがイスラム教とクリスチャンの戦いの中で使ってたソージャー、ミリタリーパワーはイスラム教のいわゆる暴力組織であったアルカイダ系の人間を使ってたわけです、ね、片っぽはオサマ・ビンラディンとか、これアフガニスタンで戦争しパキスタンにおったわけだけど、それをアフリカからアフガニスタンに行ったグループがカタフィのソージャーになってたわけです、兵隊に。それでカタフィが終わった、カタフィが殺された、で彼らはアフガニスタンに行くんじゃなく、マリへ来たわけです、それでマリを自分たちのイスラムの国に変えてしまおうというイスラムレボリューションの暴力、バイアレンス行動に出たわけです、だからマリの北部から南部へどんどん攻めて、70% のマリはイスラムの暴力団によって抑えられたわけです、ね、でこのままじゃフランスとしては、元はフランスの国だとマリは、何としてでもイスラム教徒を追っ払わなきゃいかんと、言って2週間前からミリタリーアクションを起こしたわけです。そうですね、フランスのミリタリーが2500人入ったわけですよ、そして爆弾で空爆、飛行機を使った爆弾攻撃も始めた、これ第二のリビアのカタフィみたいな動きをしたわけですよね、でそれによってイスラム教は、イスラムの過激派はアルカイダの残党たちは何としてでもフランスをやっつけなきゃいけないと、戦わなきゃいけないと、しかし向こうは
ミリタリー・インダストリアル・コンプレックスの背後にアメリカも英国もみんなあるから、大きなミリタリーパワーで来る。俺たちには何があるかと。テロだと。テロで対抗するという。それがイナメナスのガスプラント、一番アルジェリアで一番大きな、何千人が働いているところを爆破することで攻撃すれば、フランスもやめるんじゃないかと。また人質によってはお金が稼げるんではないかと。こういうテロリストたちのいわゆるストラテジーができて、いきなりイナメナスの天然ガス製油プラントを乗り込んで抑えたわけです。ところがテロリストとアルジェリアのミリタリー、アルジェリアのガバメントと長い間のイスラムテロリストとアルジェリアのガバメントは20年間戦ってきてるわけです。今までアルジェリアの20万人200,000 people が死んでるわけ。これでアルジェリア政府はイスラム過激派との戦いで20万人という犠牲を過去30年の間に出してるわけです。すごい。ね、絶対にイスラムの暴力団は許さないと、イスラムテロリストは許さないと、ね、このいわゆる普通の国じゃないわけ。20万人殺されてる恨みがある。誰に殺されたかと。それ殺されるってなんか街でそういうなんか爆弾とか、もう爆発だとか誘拐だとか、もう同じようなテロで殺されてるわけ。まあ一つのシビルワーみたいな形で殺された。ね、ガバメントのミリタリーとイスラムテロリストの戦いがあったアルジェリアでは、そのいわゆる他の国ではないテロリストに対しては武力で攻撃すると。そこにイスラム教というのは目には目をという。目を潰されたら相手の目を潰すと。ね、歯を折られたら相手の歯を折ると。目には目を、歯には歯をという、必ず暴力には暴力で応えるという、話し合いはしないと、話し合いは一切しないという強いその精神がイスラム教の教えなんだ。だからよし、今回も全テロリストを殺すというガバメント、アルジェリアガバメントの基本的姿勢があった。だから普通の国ならば人質が100人と取られてるから、いろいろゆっくり話し合いして時間をかけて、全人質の安全を優先して、それで人質を全部解放さそうと、そのためにはお金も払おうという弱い交渉になっちゃうんだけど、アルジェリアは例外で必ず人質を優先するその姿勢はあるけども、場合によってはテロリスト全員を殺すから、若干の最低限の犠牲はやむを得ないというのが、今回30人ほど33人か人質が犠牲になりましたね。その中に日本人も10人ほど死んでるわけ、英国人も死んでるわ、ね、ノルウェー人も死んでる、フィリピンも死んでる、いろんな人が死んでるわけ、犠牲になったわけ。それはいわゆるアルジェリアの、特別なアラブテロリストに対する、モスレムテロリストに対する強硬な歴史的ヒストリーがあるから、それが今回現れたと、こういう見方ができるということです。So the third fact that we have to consider is that those former
Europe colonies that are in Africa now have more and more Islamic leadership, and those Islamist groups are very much against Christians. So there is this battle and the continuous terror in between from the Islamist side towards Christian side, and they are trying to get out the Christians from those countries. And based on this problem in Mali, we know that the Al-Qaeda terrorists entered Mali, the north of Mali, and so the Mali's government asked France to help them, and France sent army and 2,500 soldiers, and they conducted airstrikes over Mali and kind of got rid of the Al-Qaeda terrorists. And those terrorists were actually coming from, they were former soldiers of Gaddafi. And so after CIA and MI6 got Gaddafi killed and stole his money, his former soldiers didn't go to Afghanistan. They went in this area in Mali, and they wanted to make that their own land and to change it to back to Islamist. And so that's what happened in Mali. And as a payback for what France did to help, and the entire world to help Mali to get their territory back, those terrorists attacked in Algeria, attacked the gas station, which was the biggest gas station of entire Algeria. And Algeria as a country, they are also Islamists. So in this Islam law, if you are attacked, if somebody pokes your eye, you have to take his eye out. If someone hits your teeth, you break his teeth too. So it's eye for an eye, tooth for tooth. They don't discuss. It's not based off talk and negotiations and little by little try to solve the problem. So Algeria, it's in their system, in their laws, in their way of thinking to directly go and kill the terrorists and not to have discussions. And that's why in Algeria there are 200,000 people that have been killed by these terrorists in 30 years. So Algeria does have a trauma about such terrorists. So when this happened, the government and their feeling was they have to simply kill the terrorists, including taking the risk of some civilians to die. And so 33 civilians happened to die in this situation. But we could see it as a mixture of these three big factors that it happened like this. まあそれと今のマリのいわゆるフランス軍の、傘下による、モデルイスラム教徒アルカイダたちを攻撃すると。でアフリカの人たち、このいわゆるマリもそうだけども、これに西アフリカ共同体というグループがセネガルとかモリタリアとか、コートジボワールとかリベリアとか、ギニアとかみんな入ったやつがあるわけですがね。この議長のコートジボワールの大統領とか、この問題について我々この西アフリカ共同体も全面的に軍を派遣してミリタリーを送る。アルジェリアに
マリに。でフランス軍だけじゃなくアフリカの兵隊も一緒にイスラム教徒を追っ払うという方針を出したわけですね。でそれフランスのオランダが兵隊を送ると、そこへ西アフリカ共同体も送るということで、コートジボワールの大統領とオランダが協議して、オランダも、参加してもいいという OK を出したことによってですね、合同作戦が今展開されているという西アフリカ共同体と、アジアで ASEAN みたいなもんで西アフリカの国々のいわゆるコーパレーションですね、これは。And so the countries in the west part of Africa are also deciding to send soldiers to Mali. So Cote d'Ivoire and Guinea and Senegal, those countries created a union Western Africa, something like ASEAN Union, and they are speaking with François Hollande and the president of France, and are offering and are sending soldiers, and it's not going to be only France who is fighting the terrorists, but also those countries are joining forces, and that is good that they are also taking care of their continent. We're going to commercial and see you after the break. はい、ヌーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に、製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。 Next up news, Philippines had the great courage to sue China for the islands. It would be really cool if Japan can sue China too. フィリピンのいわゆるアキノ大統領がですね、いわゆるチャイナに対して1年間戦ってきてるわけです。だから、昨年のいわゆる ASEAN のカンボジアプノンペンで行われた ASEAN 首脳会議において、ASEAN としてはいわゆるその東シナ海におけるチャイナシーにおけるイーストチャイナシーにおける島の領有権、島の権利を中国が侵害しているインベージョン、これについて ASEAN 諸国が全体で統一の反対運動をしようと。ところがチャイナがカンボジアのフン・セン首相や皆抑えてチャイナコントロールでそれを潰したわけ。そのステートメントを潰しちゃった、決議をささなかった。その時にアキノ大統領は外務大臣も含めて、国際裁判所に訴えると、中国を、こう言って、訴える準備をして、今回訴えたわけですけれども、日本は竹島を韓国に取られちゃってるから、竹島の問題で国際裁判所に訴えるという、宣言をしたわけだけれどもね、これは国際裁判所に訴えると場合は、
相手国がその訴えを受けるということがなければ裁判できない。だからそれを中国が無視すれば、訴えても審議はされないということなの、ルールとしてね。で向こうもチャイナも争いますよと裁判で、言うたらこれは国際裁判所でどっちが正しいかという判断を下すんだけども、それ片っぽはうちは参加しませんと言ったら審議はされないです。裁判所は働かないということ。だから日本が訴えても韓国が参加しなければ、受けなければ審議はされないんです。そういう欠席した方が勝ちなんです。だからその一般裁判とちょっと違うんです。So, Chodoin Daikaku tells us that even though Philippine and President Aquino, he really dislikes China and has a lot of troubles for more than a year now, and during the great ASEAN meeting that happened in Cambodia, all the ASEAN countries were complaining and created this decree against China's invasion on their islands. So even though that happened, Aquino president now he says that Philippines is suing China, but Solsai tells us that it's a difference from the courts that we know and such a court such as suing in between countries. If the other country does not want to take part in this process, nothing will happen and there will be no result. And so the same if Japan would sue Korea over Takeshima, if the other country doesn't say anything and doesn't take part in this process, nothing will happen and no judge will decide who is right. We thank you for today and see you next week. これからも日本の学校最初の話をお伝えしてまいります。